皆さん、こんばんは。今日は久しぶりに友達を連れてきました。最近、全く誘ってくれなかったから寂しかったよ。ごめん。今日はこれからどこへ行くのかな？東京九州フェリーに乗船して横須賀まで行きます。外洋航路のフェリーなので、酔うかも。一応薬は持ってきているから飲むといいよ。安心できるしね。私は一応飲んでおきます。あ、メーテルだ。私の憧れの女性。私はやっぱりかっこいいキャプテンハーロックに憧れるな。この星の塔は何なのでしょうね。誰か知っている方がいたらコメントお願いします。阪急フェリーは前に私の乗船したフェリーだね。そう、同じバス乗り場なんです。JR 小倉駅新幹線口を出発する時間は22時10分です。バスには人がいっぱいだね。誰も来たバスに乗らないので、これかなと悩んでいる間に、狙っていた左前の座席に座れず、やってしまったと後悔。仕方がないから後ろの座席に行きましょう。そうだね。バスに乗車しましょう。この連絡バスで新門司港まではどれぐらいかかるの？ここから新門司港まで50分ぐらいかかるかな。そんなにかかるんだね。このバスは有料なのかな？無料です。この距離が無料だなんてお得だよね。コンセントがあるので充電ができるのは便利です。新門司港に到着しましたよ。こんな大きなフェリーなの？前に乗船した阪急フェリーよりも長いからね。なんかタイタニックみたい。そう。この浜遊の垂直船首はタイタニックのようでかっこいいんです。綺麗なフェリーターミナルですね。この東京九州フェリーは営業を開始して4年ほどしか経ってないしね。これが東京九州フェリーのルートマップです。北九州の新門司港を23時55分に出港して、横須賀には20時45分に到着します。20時間50分の船旅ですね。さて、フェリーターミナルに入りましょう。バスは満員だったのに誰もいないね。きっと手続きが終わって2階の待合スペースに移動したのでしょうね。乗船開始時刻は出港の45分前と少し遅めです。そうだよね。1時間前からの乗船と思ってた。エスカレーターで2階の待合スペースに行くよ。行きましょう。バスは満席だったし、バイクもいっぱい並んでいたので、きっと2階の待合スペースはいっぱいかも。ゴールデンウィークだから仕方がないね。運賃表を出しておきますね。基本運賃はツーリスト A の14,000円で乗船可能ですが、他の部屋を利用する際、ルームチャージ料金が別途いります。個室だとそれ以上するんだ。高いね。売店もあるんだ。お土産を買い忘れていても安心だね。待合スペースは広いです。そうだね。喫煙スペースのベランダから浜遊を見てみる？見たいな。浜遊は全長が 222.5 メートルと超大型フェリーですが、旅客定員は268名しか乗船できないのです。こんな大きいのにね。あれ、並んでいるよ。乗船時間じゃないの？本当だ。私たちも行きましょう。チケットの QR コードを読み取っていただきました。乗船チケットはすぐ出せるようにしておくといいです。フェリーの人道橋はいつ通ってもワクワク、ドキドキ感が半端ないね。私は初めての東京九州フェリーなので嬉しくて仕方がないんだけど。そうだったね。初めての乗船は余計に嬉しいよね。けど私もなかなか乗船できない航路なので、とても嬉しいよ。乗船しましたよ。新しいフェリーだけあってまだ綺麗な内装だよね。あれ、なんか違うね。いつも入るとすぐエントランスだけど。
船内の通路を結構歩かないといけないんだね。このフェリーは長い上に船首の方にお部屋が固まっているので、乗船口からエントランスが遠いみたい。そうなんだ。だから通路が長く感じるんだね。やっぱり人が多いね。さすがゴールデンウィーク。空いている方が嬉しいんだけど、今回は仕方がないな。浜湯の船内図があるよ。どこのお部屋なの？ A44 区画のツーリスト A 女性専用のお部屋だよ。東京九州フェリー浜湯のエントランスはとても素敵だと思わない？阪急フェリーもいいと思ったけど、こっちはワンランク上のような感じがしました。エレベーターがシースルーじゃないですか。こういうところがおしゃれだよね。エントランスから A44 区画のツーリスト A に行きましょう。船内通路のカーペットが高級感があっていい感じですね。こちらが女性専用のツーリスト A です。一番個室感がある73番を取りました。入り口付近はこの区画の人の出入りが多いけど、一番奥なら誰も来ないからいいね。奥のお部屋は半個室と言ってもいいかもね。早速ツーリスト A のお部屋を紹介します。大部屋だけど、プライベート感を持たせたこの空間は素晴らしいです。なんか、秘密基地みたいだね。枕シーツと柔らかめの枕が置いてありました。ベッドには敷きパッドが引かれ、しましまなマットレスがありました。クッション性はまあこんな感じではないでしょうか。そして、敷きパッドに引くシーツと掛け布団にかけるシーツがついていました。掛け布団はふわふわしていい感じでした。足元の上にはステンレスのサイドラックがあり、その上には通気口があって開いたり閉めたりできます。壁にはフックがついていましたがハンガーはありませんでした。湿気で荒れている時以外は使わなそうな手すりですが、タオルとか引っ掛けられるのが便利かな。小さな室内灯、そしてコンセント、USB コンセントもありました。そして小さな収納ボックスがあって小物などを入れることができます。私は充電の時にスマホやカメラを置いていました。もうすぐ出港時間みたいだからデッキへ向かわない。早く行かないとね。人がいっぱいいるかも。急ぎましょう。4階のサイドデッキから行きましょう。ここは出港の時でないと出れないから今のうちにね。トラックのトレーラーだけが平然と並んでいるだけという寂しい駐車場なこと。ターミナルはまるで照明を消し忘れて帰ってしまったような気もしました。本当にそんな感じがするね。この4階のサイドデッキから船尾に行くとすごく広いデッキがあるんだよ。とても広いね。けどあんなに人がいたのに誰もいないね。不思議。出れるのを知らないのか、それとも興味がないのか、あとは私たちがおかしいのかもね。きっと私たち不思議ちゃんと思われているかもしれないよ。船尾のデッキから三日月さんを撮影してみました。
低い位置に出ている月の色は大気の影響でオレンジっぽく見えるらしいよ。まだ出港まで少し時間があるので、もう一つの場所から出港を見に行きましょうか。他のデッキにも出ることができるんだね。行きましょう。一度船内に戻って、船内の階段で4階から5階へ移動です。レストランの奥にデッキに出ることができる自動ドアがあるので、そちらに行きましょう。レストラン内は夜食を食べに来ている人で賑わっているようです。こちらの自動ドアからデッキに出ることができます。テーブルと椅子が置かれ、ランチタイムにはバーベキューができるデッキでもあるんです。こんなところに出れるなんて知らない人もたくさんいるだろうな。移動のために乗船している人が多いから、こんな夜中近くにデッキに来る人はいないのかもよ。もう出港している。5分早く出港したみたいです。フェリーにはよくこういうことがありますから、皆さんも注意ですよ。では皆さん、横須賀まで20時間50分の船旅に行ってきます。浜遊は船尾から出港し、新門司フェリーターミナルを後にします。もう一つ出れるデッキが6階にあるので行きますよ。まだ出ることができるデッキなんかあるんだ。最後に6階の展望デッキへ出てきました。ここがメインデッキなんです。さすがメインデッキ。出港を見る人たちがいますね。浜遊は新門司港で180度回答します。船首を前方に向けるわけです。あの黄色く光っているところは何なの？先ほど言ったバーベキューデッキの天井に光を入れるため、サンルーフとなっているんだよ。回答も完了したみたいです。浜遊さん、長い航路だけど頑張ってくださいね。お願いします。私たちは利用しませんでしたが、このフェリーは夜食が提供されているんです。6階にはプラネタリウムも見れる場所があるんです。明日あるみたいだね。これは絶対に行きたいね。あと同じ場所で映画も2回上映されます。映画は家でも見れるので、外を眺めたり、露天風呂に浸かりたいね。船内のサービス時間のご案内は、スマホで写真を撮っておくと便利です。4階にはショップもあるよ。オリジナルグッズもたくさんありましたので、乗船記念にいいかも。私はこの中だと東京九州フェリーオリジナルカレーがおすすめだと思います。このカレーは横須賀海軍カレーとしても認められているんですよ。ショップのレジ前には朝9時に焼きたてパンの販売があると書かれていましたよ。この SHK ラインのパンはベーカリー並みに美味しいのでおすすめです。旅客定員が少ないこともあって、自動販売機コーナーはここ4階に1つあるだけです。給湯器、カップ麺、ソフトドリンク、お酒などは一通りは揃ってますが少なめです。4階の貴重品ロッカーはツーリスト A に乗船される方には安心できるロッカーです。もちろん無料です。
私は今回ツーリスト A を利用したので、こちらのコインロッカーを使用しました。返却式なので実質無料です。東京九州フェリーの船上でバーベキューが楽しめるとあるよ。一度やってみたかったのです。けど抽選なんだよね。時間としては11時からと13時15分からの2部に分かれているみたいです。今回初めて申し込みをしました。申し込みの締め切りは当日の朝9時まで、抽選結果は当日の朝10時頃に発表されるそうです。当たりますように。寝る前に大浴場に行こうよ。行きましょう。ふう、気持ちよかったね。星空を見ながらの露天風呂は最高でした。5階のレストランの冷水器で冷たいお水を飲んでからお部屋に戻ろうね。消灯の1時になるとツーリスト A の照明が落とされます。ロールスクリーンを閉じて寝ることといたします。今日も一日ありがとう。おやすみなさい。おはようございます。早朝のため迷惑にならないようにゆっくりドアを開閉しないとね。朝4時56分です。6階のデッキに出れることを祈ってデッキへ向かうことにします。出れないこともあるんだね。天候によって出れない時もあるけど、東京九州フェリーは早朝は出れない時が多い感じがします。あ、閉鎖されている。多分日の出の時間に開放されそうだけど、もし開放されないと大変だから4階で見ることにしましょう。仕方がないね。4階の窓から見ましょう。浜湯は九州と四国の間の豊後水道から沖ノ島を越えたあたりで大きく弧を描き、足摺岬を越え、進路を東の方向に向けて太平洋を航行します。地図で見るとこんな感じに弧を描きながら曲がってるイメージです。東の方向に浜湯が向いてしまうと、朝日と船首が重なり、朝日が見えにくくなります。だから大きく弧を描き、曲がっている時がチャンスなのですね。そう、この曲がる時が朝日を見れるチャンスです。朝日が顔を出したよ。水平線あたりがベールがかかっているような感じがして、幻想的な雰囲気で素敵だね。本当に素敵だね。これは早起きした甲斐がありましたね。朝日は海から登ってくる太平洋航路のフェリーで見るのがやっぱり最高だな。もしかしたら日の出と同時ぐらいに6階デッキが開けられていると思うと、ここで撮影でいいのかと思いましたが、今はこの素晴らしい朝日から目をそらすことなんかできなかったです。この日に乗船できたことに感謝です。本当だね。いい日に乗船できてよかったです。私たちの他に誰も見に来てないなんてもったいないな。今日の朝日は本当に素晴らしかったです。感動しました。うん、最高の朝日でしたね。再度、6階展望デッキに上がってきました。マジックアワーの時間帯にはクローズされていたのですが、空いているみたいです。現在浜湯は足摺岬を越えて太平洋を航行中です。天気も快晴で心配していた波もなく、穏やかな太平洋で安心しました。4階のエントランスに位置情報がわかる地図がモニターに表示されていました。出港して6時間、まだまだこれから船旅という感じだね。乗船客も多いので、誰もいない間にエントランスを撮影です。
この浜湯のエントランスはやっぱり迫力があるね。乗船記念スタンプは乗船すると必ず押して帰ります。日付スタンプもあるので乗船記念にはもってこいです。4階から5階に上がってみましょう。確か5階には共有スペースがいっぱいあったよね。5階にハイテーブルと椅子、そしてコンセントと USB コンセントが完備され、パソコン作業をされる方には便利な場所があります。同じ階にタバコを吸われる方には心強い喫煙ルームもあります。そして向かい側には子供さんが楽しめるキッズルームがありました。5階エントランスから客室がある通路を抜けると、選手から展望できるフォワードサロンがあるんです。あれ、誰もいないね。なかなか人のいないことがない場所なので、これは撮影チャンスです。どうですか？この眺めは。正面に太陽があるので逆光で眩しいですが、この太平洋の眺めは最高です。フォワードサロン、本当に最高でした。皆さんも乗船した際は必ず訪れてみてくださいね。5階から最上階の6階へ上がってみましょう。男湯、そして真ん中にはスクリーンルーム星空があり、後でプラネタリウムを見てみたいと思ってます。そして左には女湯があります。6階にはスポーツルームがあります。ゆったりしに来た乗船なんで、運動はやめておこうかな。朝食は8時からなので、それまで6階デッキで景色を見て過ごそうかと思います。今日は雲一つない天気だね。デッキの上はすごく気持ちいいな。待ちに待った朝食のお時間ですよ。朝5時起きだったのでお腹ペコペコです。朝食の和食プレートセットが1200円もするの？東京九州フェリーのレストランは少し高いからね。チャージ料込みかもよ。美味しくなかったら文句も出ますが、その値段に合った美味しさがあるんです。私は2度目の乗船ですが、朝食は前回も和食プレートでした。いただきます。とても美味しく、これはおすすめです。レストラン奥のバーベキューデッキにでも行ってみない？行きましょう。お昼のバーベキューの準備をしていますね。私たち当たってるといいけど。海面を航行しているシーンを見るだけで、速いとわかるフェリーだね。時速はなんと50キロも出ているんだよ。ちなみに通常のフェリーは40キロぐらいの速度です。フェリーが海面を切る際にできる白波をよく見ていると、たまにイルカが一緒に泳ぐシーンが見れるんだよ。残念ながら登場してくれなかったね。フェリーからは見えないけど、遠くにはアメリカ大陸があるなんて、少しロマンを感じながら海を見ていると時間を忘れそう。青空にファンネルはなんかいいな。いいよね。まだ時間はあるけど、間もなく姉妹線のすれ違いがあるよ。それは楽しみだね。それまでレストランスペースでコーヒーでもいただいてゆっくりしましょう。それにしても誰もいないね。人気ないんだろうね。あと約15分ほどいたしますと、本線進行方向右手側で、横須賀港発新門司港行き姉妹線ソレイユと行き合います。本線とソレイユは連絡を取り合いながら航行しております。ご乗船の機会にどうぞご覧ください。
待ちに待った姉妹船ソレイユとのすれ違いですよ。6階デッキへ急ぎましょう。あ、来ました。姉妹船のソレイユですよ。かっこいいフェリーだね。今回も君に乗船できなかったです。次はきっと君に乗船するからね。ごめんね。ソレイユ、またね。エントランスでバイオリンの演奏会があるみたいだね。これは嬉しいイベントだね。演奏中は撮影が禁止でゆったりと聞くことができましたね。そうだね。聞き入ってしまったね。11時から6階スクリーンルーム星空にてプラネタリウムがあるので行きましょう。スクリーンルーム星空にはヨギボーのビーズクッションが置かれていました。これは上映中ねそう。これがプラネタリウムの様子です。これは良かったですね。見る価値は十分あります。姉妹船とのすれ違いでデッキにいたので、バーベキューの当選結果が見れず、受付で聞くと外れだということです。残念でしたね。気を取り直して、昼食を食べに行くよ。何にしようかな。油そばとチャーハン餃子セットにしました。これは美味しそう。いただきます。とても美味しかったね。今回、たくさんの人が乗船していましたが、皆さんどこに行かれたのかなと思うような昼食後のエントランスでした。改めて4階のショップを少し紹介してみたいと思います。東京九州フェリーのオリジナルグッズが真ん中にあって、右側には横須賀と九州のお土産が並んでいます。もしお土産を買い忘れても心配はなさそうです。T シャツも豊富にありますが、この水色の子供用が可愛かったかな。現在、静岡県の沖あたりを航行しています。あと6時間近くもあるので、夕日を見る前に露天風呂でまったりしてこようよ。ふう、最高だね。お昼の時間に露天風呂とは贅沢をしてしまいました。伊豆大島が見えてきました。伊豆大島は静岡県と思われがちですが、実は東京都なんです。知らなかった。東京から120キロも離れているのに不思議です。太陽の光もだいぶん傾いてきたみたいね。キラキラ袋も使わず、静かな太平洋でよかったです。現在18時です。ちょうど伊豆半島と伊豆大島の間を通過中です。伊豆半島に夕日が沈みそうです。薄雲がかぶって完璧な夕日ではないですが、夕日を見れたことに感謝です。夕日が沈みましたね。朝日の時は見かけなかった人影も、夕日の時はたくさんの人がデッキに来られていました。乗船して最後の晩餐、楽しみにしていた夕食でもあります。
もう乗船した時から晩ご飯は決めているんでしょ？もちろん、オリジナルハンバーグです。セットにしない代わりにライスを大盛りにするね。うわー、来ましたよ。ジュージューしてなんと美味しそうなハンバーグなんでしょう。見ているだけでご飯何杯かいけそう。いただきます。とても美味しかったね。横須賀に到着する前にお部屋とはお別れです。お世話になりました。4階のサイドデッキが今までクローズしていましたが、着岸と同時にオープンしたので、横須賀フェリーターミナルを撮影してみました。清掃員の方がフェリーに入ってきたよ。そろそろ下船です。こんなにも乗客がいたんだなと思うほどたくさんの人でした。長い船旅でしたが、やっぱり船旅は20時間ぐらい乗船しないと乗った気がしません。下船しました。やっぱり寂しいな。もっと乗船しておきたかったです。最後に喫煙スペースから浜湯を見てお別れです。ありがとう浜湯。またね。お元気で。電話でタクシーを手配していましたので、少し待っている場所から浜湯をパチリと撮影。カメラに気づいたタクシーの運転手さんが、私も YouTube に配信しているんですよと話してこられました。お互いのチャンネル登録をして、話が盛り上がりました。タクシーで JR 横須賀駅へと向かいます。約8分ほどの道のりです。無事、JR 横須賀駅に到着です。運転手さん、ありがとうございました。JR 横須賀駅に、横須賀海軍カレーのキャラクタースカレーがお出迎えです。初めての JR 横須賀駅で少し戸惑いましたが、駅の構造がとてもわかりやすく助かりました。横須賀駅に千葉行きの普通列車が入線です。無事、思っている電車に乗車できてよかったね。これで帰りの列車に間に合うね。横浜駅に到着しました。お目当ての寝台特急サンライズ瀬戸出雲に間に合ったようです。日本で唯一の定期運行されている寝台特急ですよね。そうなんです。寝台列車もこの列車のみになってしまいました。横浜駅に寝台特急サンライズ瀬戸出雲の入線です。寝台列車がまだ走っているのかと思われる方もいると思いますが、この寝台特急サンライズ瀬戸出雲は現役で走っています。このサンライズ瀬戸出雲は1998年から走り続けているので、いつ廃止になってもおかしくない車両です。とは言っても現在、この列車のチケットを取るのは至難の業なんです。このサンライズ瀬戸出雲では大阪駅を通過してしまうので、これには乗車できません。大阪に帰れないじゃない。この後来る臨時のサンライズ出雲91号がなんと大阪駅に停車するんです。この臨時便はとにかくチケットを取るのが難しい列車で、緑の窓口の十字打ちでないと多分取れないプラチナチケットなんです。けど、赤熊チャンネルとしては、フェリーか鉄道を使いたいんです。私は頑張って緑の窓口で十字打ちをチャレンジしてきました。大阪のとある駅で撮影した十字打ちの瞬間です。なんとこのプラチナチケットを無事取ることができました。駅員さん、ありがとうございました。頑張ったね。おめでとう。これが寝台特急サンライズ出雲91号のシングル個室のチケットです。サンライズ出雲91号の大阪駅まで乗車したルートマップを載せておきます。
横浜22時44分に出発し、大阪6時4分に到着です。下りは91号でないと大阪駅には止まりません。グリーン車はオレンジ。お待たせいたしました。全席にて寝台特急3台11号91号が到着です。横浜駅に寝台特急サンライズ出雲91号が入線してきましたよ。まさか91号に乗車できるなんて嬉しすぎます。さて、乗車いたしましょう。短い時間ですが、91号の列車の旅、楽しんでまいります。行ってきます。通路の自動ドアを開け、細い通路の階段を上に上がると、右側の上段のシングル部屋が私の今日の秘密基地です。こじんまりしていますが、なかなか良いお部屋ではないですか。お部屋の説明をいたします。まずコンセントがあって、鏡と小さいテーブルがついています。そしてプラスチックのコップがついていました。車内放送のスピーカー、浴衣、少し固めの枕があって、フェリーよりは薄い掛け布団がありました。マットは少し固めです。ベッドは頭の方が少し幅が広くなっています。マットの厚さはこんな感じでした。そしてスリッパがありました。狭いですが、ベッドと壁の間に荷物が置けるスペースもあります。そしてハンガーが一つついていました。空調でしょうか、開閉ができるようになっていました。車内のご案内が貼られ、トイレ、洗面、シャワー室の場所が表記されていました。昔はラジオが聞けたのですが、今はサービスを終了だそうです。時計に目覚まし機能がついています。スマホがあるから現在は必要ないかもね。前に乗車された方のアラーム設定を見るのは楽しくないですか？照明のスイッチ、一番下にヒーターの調整ボリュームがついていました。寝台列車から見る車窓がまたいいのです。部屋の照明を消して流れゆくネオンを見る。これが最高なのです。心地よい列車の揺れがまるでゆりかごのようです。今日はこれで安眠確定です。おやすみなさい。おはようございます。現在時刻は5時20分。近江八幡付近を走行しています。琵琶湖から流れ出す瀬田川を渡ります。瀬田川は宇治川を通り、木津川、桂川と合流し、淀川となって大阪湾に注いでいる自然流出河川なんですよ。もう京都駅じゃないの？ごめんね。疲れていそうだから寝かせておこうと思って。
京都駅を通過です。見えますか？駅ホームに立つ赤い郵便ポストです。全国ではここだけでしか見れない珍しい光景なのです。赤い郵便ポストがあったね。ホームに郵便ポストは便利そう。なんと京都駅に続き新大阪駅まで通過してしまいます。朝に京都駅、新大阪駅まで通過なんてこちらも珍しい光景だね。淀川を越えると大阪駅はすぐです。あっという間の7時間でしたが、久しぶりの寝台列車にはしゃいでしまいました。最近フェリーばかりでしたが、やっぱり鉄道っていいな。もうこのシングルの個室とお別れなんて悲しすぎます。短い時間でしたが、お世話になりました。大阪駅で下車です。次は東京から終点の出雲市まで乗車したいな。サンライズ出雲91号またね。今回は東京九州フェリーで北九州から横須賀、そしてサンライズ出雲91号で横浜から大阪と乗り継いできましたが、どうだったかな？少し慌ただしかったですが、とても楽しい旅でした。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いいたしましょう。またね。お客様に